エビアンのそのスパークリングウォーターが持ってるそのミネラル感とその油脂分を含んでるような油を流してくれるようなミルキーな部分とかそういうものを持ってる料理が合うかなと思いましたね。赤坂にある炭割烹白坂店主の井秀樹です。今回はエビアンスパークリングの魅力を生かせるお料理カキフライをご紹介いたします。で本日使う牡蠣ですが三陸の岩牡蠣を使いたいと思います。今回は豚肉ですね、パンチェッタという豚肉を塩漬けにしたものをもう牡蠣に巻いてフライにしていきます。これもあらかじめ牡蠣のね殻から剥いてありまして、それを一回沸騰したお湯の中で湯通しして、ちょっとプリッとした状態でもうすでに準備してあります。下味で塩をしていきます。で今回牡蠣を選んだのもやっぱりエビアンのそのスパークリングウォーターが持ってるそのミネラル感と、牡蠣ってやっぱミネラルを感じる代表的な食材だと思いますので、もうこの今回お話をいただいた時に瞬間的に思いましたね。で小麦粉をまとわせてこのパンチェッタで巻いていきます。牡蠣と豚肉っていうのはもう相性がいいので、結構いろんな国でもその牡蠣と豚を合わせるお料理ってあるので、今回は一応和食なんですけど、ここにちょっとチャレンジしてみたいな。パンチェッタですね、巻いた状態のですね。じゃあパン粉をつけていきます。もう一度小麦粉をはたいて、卵にくぐらせます。でふんわりパン粉つけて、はい、これで以上です。これを揚げていきます。はい、じゃあ牡蠣揚げていきます。結構低いところからいきますね。160度ぐらいですね。はい、綺麗に揚がりました。はい、じゃあ先ほど揚がったカキフライをこれもう仕上げで盛り付けていきます。で今日は岩牡蠣で立派な貝なので、ここに盛り付けていきたいと思います。大きい貝なので一口サイズで3カットぐらいにこの感じだったらしていきます。もう一個紹介したいのがこのカーボロネロっていう、イタリアでよく使われるお野菜なんですけど、日本だと黒キャベツとかっていうんで、うちではソテーして、苦みをちょっと出して仕上げていきます。そのエビアンスパークリングが持ってるその炭酸水にあるどこかその苦みを感じる部分と、今回のこのカーボロネロがすごく相性がいいと思って今回添えようと思いました。で今回添えるソースが、春に採れた実山椒で、カキフライということでタルタルソースを作りました。佃煮のような実山椒の醤油みたいなものを作りました。でエビアンスパークリングの、繊細な味わいをより華やかにしてくれる、ディルとセルフィーユ、あとチャイブですね。これオリーブオイルですね。軽く塩、これアップルビネガー。はい、完成です。ではどうぞ召し上がってください。はい、じゃあいただきます。はい。とろーっとしたすごくミルクの、ミルキーな重量感がすごく感じまして、あとやっぱ山椒の、がすごくピリッと全体を占めて、とても美味しいです。そしてこれ広がった時にそのお水で流してもらって、かなりその微発泡なんだけれども、すごくはっきりと流してくれるっていう感じがすごく感じますね。そうですね。やっぱなんかどっかやっぱ引き出してくれる、その口の中で綺麗なその牡蠣の海産物の良さを引き出しつつ、その油分を流してくれるっていういい余韻がありますよね。そうです。もちろん牡蠣もそうなんですけど、他のその薬味だったりとかっていうところの良さもまた非常に引き立つような印象でした。ありがとうございます。キャベツのところも結構もう焦げるぐらい焼くようにして炒めたので、そこの部分の旨味もあるんで。このキャベツの部分だけでもごちそう感があるぐらいの味わいがすごく濃いですね。
非常にお互いが引き立って合うのがよく分かりました。エビアンスパークリングは2023年5月から業務向けに販売がスタートした新たなスパークリングウォーターです。柔らかい繊細な発泡感があるスパークリングウォーターだと思いました。食材としてはやっぱりなんか料理としてはある程度のその油脂分を含んでるような油を流してくれるようなミルキーな部分とかそういうものを持ってる料理が合うかなと思いましたね。